ゲームデザイン的なことですか、いわゆる任天堂的なところに話を戻すとですね、ディレクターのですね、このゲームのディレクターのですね、藤林さんという人ですね、藤林秀丸さんというなんか雅な名前の人なんですけど、この人がですね、ゲームの中で距離感を得るために利用したのが京都の地図だと。京都の地理であれば、任天堂だからよく知ってるし、距離感が実際としてつかみやすいと。プレイヤーの移動性能というのも決めてたから、必要なサイズっていうのはどの程度なのかスタッフと実際に京都の中を歩き回って決めたと。で、ゲーム内に Google から取ってきたマップを貼り付けて、二条城にどれくらいあれば歩いてたどり着けるのかとか、あと京都御所から京都タワーがどれくらいの距離で見えるのか考えたっていうふうに、インタビューでおっしゃってます。で、一応それを実際に作った人がいてですね、これポピタンさんっていう人の趣味の担保ブログというブログから引用してますけども、全体このように作っていたみたいです。ゼルダっていうのはですね、京都の街だっていうふうに捉えて作ったそうなんですけども、だからこのゴロンシティがあるのが比叡山であったりですね、その向こうにある海みたいなものが実は琵琶湖だったりですねこんな風な感じで作ってたそうなんですね。で、ゼルダのですね、世界の中にシーカータワーっていうのが出てきます。シーカータワーっていうのはですね、リンクが目覚めてから世界中でこうボコボコボコっと起きてきたですね、この世界を見下ろすような超古代のタワーなんですけど、これさっき京都御所からどれぐらい歩いたら京都タワーが見えるのかっていうふうな話してたんですけども、もちろんこのシーカータワーのイメージ元はこの京都タワーなわけですよね。で、京都タワーのイメージ元は何かっていうと、シアトルのスペースニードルなんですけれどもですね、こんな感じでですね、なんかそのイメージの元が分かるとめちゃくちゃ面白いんですよ。このガーディアンっていう敵のロボットみたいなのが出てくるんです。で、これが上下裏返せば分かるんですけども、火炎式土器なんですね、デザインモードが。火炎式土器なので、この火炎式土器っていうのが、イメージの元はおそらく、風の谷のナウシカの、このドルクの飛行亀っていうやつですね。こういうやつがおそらくそのイメージの元になってるんだろうなと。あとはよいしょ。火炎式土器そのまんまですけども、日本人がこういう SF とかファンタジーものをやるときにやっぱり西洋のものばっかりとか持ってくると面白くないので、こう火炎式土器を持ってきたのがやっぱもう宮崎さんの凄さだと思うんですね。ファンタジー世界にこれを持ってきたのが凄さだと思うんですけども、それをさらにそのゲームの世界の中で動くロボットとして割と上下逆にして足を生やして使ってしまうというところが、見せ方としてうまいなと思ったんですけども、奈良にあるですね、奈良にあるですね、未だにこの目的が何なのかほとんど分かっていないですね、鮭岩船っていう遺跡なんですけれどもですね、上下逆だった。鮭岩船の遺跡なんですけども、これがやっぱゼルダ世界のですね、やっぱデザインのキーポイント、さっきの火炎式土器もそうなんですけど、こういうふうなやつが、イメージ元になってるんですね。ゼルダやってない人に僕はゼルダをどんなゲームかって説明するかっていうと、日本の話として捉えても大丈夫だよと。例えば、織田信長か平正門が現代の世界にモンスターとして復活して、近畿すべてが火の海になったと。で、鳳凰、朱雀、玄武、麒麟の四大聖獣が、敵に奪われて、巨大ロボットとして奪われてしまったと。主人公は仁徳天皇陵か、奈良のですね、竹岩船あたりで目覚めて、縄文時代の遺跡をオープンさせて、過去のですね、超文明を開封して戦うみたいな話だというふうに考えていいっていうふうに僕は思うんですよ。それぐらいのだから狭い話なんですね。大陸の大国ではなくて実は日本程度のちっちゃい戦国時代の話だと。ここに定まるぐらいのスケールの話として考えると、このハイラル王国っていうののスケールもわかるし、実は大陸中に根を張った国ではなくて、すごい狭い日本の一地方ぐらいなんですけども、これぐらいの産地があって、こんな遺跡があるっていうふうに考えた方が面白いと思います。なので、ハイラル王家もよその戦国時代ですから、よその隣接する国との戦争とかに備えて、散々準備してたと。で、その象徴が大陸のですね、東海岸の近くですね、絶対防衛線とされて無敵の要塞と呼ばれていたアッカレ峠です。ここで100年前ですね、王家の騎士団が最後の一人になってまで死に絶えるまで戦った壮大な攻防戦がありました。